3万年ぐらい前の氷河時代の森の化石が見つかっています。今の琵琶湖の周りでは見ることができないような樹木の花粉です。化石を調べることで過去の森がどんな姿をしていたのか分かります。琵琶湖博物館で学芸員をしてます林龍馬と言います。私は、地学の研究室で、化石の研究をしています。皆さん化石というと象の化石であったりとか木の化石であったりとか大きな化石を、思い浮かべる方が多いかなと思います。私が研究しているのは小さな花粉の化石を、研究しています。この模型は花粉症で有名な杉の花粉を1万倍に拡大した模型です。粒々状の模様がついたまん丸い形をしていて角が1本ついているというのが特徴です。花粉はさまざまな植物の種類によって、いろいろな形をしています。カシの仲間の花粉は溝が3本ついている花粉をしていますし、松の仲間の花粉は本体に耳みたいのような袋が2つついているという特徴的な形をしています。そういった形を見ることでどのような植物が作った花粉かというのが分かります。さまざまな森から飛んできた花粉は湖や湿地などにたまって水の底、泥の中に沈んでいくと化石として残されます。泥の中の花粉の化石を調べることで琵琶湖の周りの過去の森がどんな姿をしていたのかっていうことが分かります。花粉の化石がたくさん残された泥というものが皆さんの身近なさまざまな場所に残されています。それでは、実際に、そのような花粉の化石がたくさん溜まっている地層を、調査に行きたいと思います。それでは、行きましょう。今彦根市の、芹川の、河原に来ています。周り見てもらうと分かるんですけども結構住宅街の真ん中にあるような川ですけども探しに行ってみましょう。ちょっと一昨日大雨があって川が、水位が上がっています。河原の路頭とかはこういうヨシとかいろいろな植物が、繁茂しているようなところをこういうふうにやぶこぎしながら地層がある場所まで行ってっていう大変な、調査になります。水溜まってます。結構泥だな。あそこに壁が見えますけどもなんか何の変哲もない感じの泥の壁に見えますけども細かく少しキラキラしてるの分かりますか？触ると、ジャリジャリするような泥なんですけどもこれが実は火山灰層と呼ばれる九州の鹿児島の方から約3万年ぐらい前に大噴火をして降り積もっていると言われています。湿地に溜まった火山灰とその上に溜まった植物の化石たちがある時洪水などで地層が埋められてしまってずっと眠っていたものが河原の増水なんかで出てきます。先ほど、芹川のフィールドで、取ってきた泥が、こちらにありますけどもこの泥の中に入っている花粉の化石を顕微鏡をずっと見ながら一つずつ探していくっていう作業を、しています。ちょうど今花粉が一つありました。これが3万年前の花粉の化石になります。立体的にするとこういう形をしていて本体に2つの袋がついているような形をしています。この花粉は松の仲間の五葉の松と呼ばれる仲間の花粉で今の琵琶湖の周りではほとんど見ることができないような樹木の花粉です。今は日本では標高1500メーター以上の非常に高い山の上であったりとかロシアの極東地域であるようなかなり寒い地域でしか見られないような樹木が琵琶湖の周りにも3万年前にいたっていうことを示す証拠です。
3万年前というのはちょうど氷河時代で地球が非常に寒冷になった時代と言われています。寒くて乾燥していたような環境で全く違った森が広がっていたっていうことが見えてきます。実は琵琶湖の底には43万年間の泥が連続して溜まっていて、世界的な気候変動が影響していて、寒い時代の森っていうのが何度も繰り返し琵琶湖の周りで起こってきたっていうことが分かってきています。琵琶湖の森は変化してきたし、この先も変化していくっていうことが小さい化石の研究から、見えてきています。今日は、芹川の、露頭の調査に行って、その中の、花粉の化石を、調べてみました。琵琶湖博物館の A 展示室には花粉の化石の研究から明らかになってきた気候の変動であったり森の変化に関する展示があります。さまざまな花粉の模型であったり、実際に顕微鏡で花粉の観察などもできますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。